皆さんこんにちは、みさとです。ここは富山県の高岡駅前です。今回は高岡の市電万葉線に乗って富山湾沿いの新港の旅をしてみます。万葉線のホームはクルン高岡の1階にあります。愛の風富山鉄道から雨でも濡れずに乗り換えができますね。この万葉線では令和6年9月28日から交通系 IC カードが使えるようになりました。この時は10月でしたのでちょうど良いタイミングでした。高岡市は藤子 F 不二雄先生の生まれ故郷でドラえもんトラムが走っています。電車はほぼ15分間隔で運行。次に来る電車は12時15分発の腰の片行き。しばらくしてメロディーが流れて電車の到着です。だいぶレトロな感じの電車が来ました。それでは乗車します。放送でも IC カードの案内放送が流れていました。車内はそこそこ座席が埋まっていました。12時15分になり発車です。高岡駅前のロータリーの周りを回るようにして出発です。市電の駅がクルン高岡の下に変わる前は駅のホームがこの辺りだったような気がします。受付の高岡薬局はこちらです。取り掛けモーターのウィーンという音が懐かしいですね。下町でございます。日本三大仏の一つの高岡の大仏様。さて、車内放送で流れている声は噺家さんのような感じです。万葉線沿線の新港市、現在の射水市出身の落語家の立川志の輔さんが車内アナウンスと沿線案内をされています。なお、立川志の輔さんのアナウンスは土日祝日のみだそうです。電車は高岡市の北東方向に進んで行きます。今すれ違ったのがドラえもんトラムですね。米島口です。ここには万葉線を運営する万葉線株式会社の本社と車庫があります。そしてこれから渡ります橋はですね、 JR 氷見線をまたぐ跨線橋という名前の橋ということで、まもなく下に見えるのが JR の氷見線だそうです。ここですね。ここでもう一つ線路が見えるのが JR の新港貨物線。少し距離を置いて万葉線と並行して新港貨物線があるようです。高岡から万葉線の駅はこんな感じであります。ここは中伏です。この次の駅が万葉線の境目なのですが、志の輔さんのアナウンスが教えてくれました。高岡駅方向は高岡軌道線、そしてね、終点腰の方方向はその六道寺駅です。ここまでが高岡軌道線、この先が新港線になります。この先庄川を長い鉄橋で渡ります。中新港駅です。発車して新港漁港の案内が流れます。新港漁港、いいですよ、行ってみてください。朝昼2回の競りが行われていることで有名でございます。次は東新港駅。ここまで来ると車内も空いてきました。ということで今回私は東新港駅で下車します。降りてみたらさっきまで止んでいた雨が降ってきました。こんな感じで駅のすぐ横は工場の入り口になっています。時間は13時過ぎ。お腹も空いたのでお昼にします。ここから徒歩6分ほどで新港漁港のキトキト食堂があるのでそちらへ向かいます。キトキトとは富山の方言で新鮮な元気なという意味です。
ときと食堂に到着しました。時間は午後1時も過ぎて雨も降っています。そのためか待たずに帰れました。いただいたのは海鮮丼。天然のいけすと呼ばれる富山湾で採れた新鮮なお魚。美味しいに決まっています。ただ海鮮丼が1500円はお安いと思いましたが、お値段と量のバランスはちょうどという感じで、あっさりめの分量、がっつりいただく分量ではないかもです。お若い方には物足りないかも。それでも鮮度の良い新港の海鮮丼、美味しくいただきました。ごちそうさまでした。きときと食堂を出てしばらく歩くと、こちらの新港カニ小屋が気になりました。新港はカニも美味しそうですね。ちなみに完全予約制だそうです。次に向かったのがきときと食堂から7分ほど歩いて新港きっときと市場。フードコート的なスペースに海産物、お土産屋さん、レストランもありました。もちろんカニもあります。こちらではお土産を購入。次の目的地に向かいますが、まあ雨が本降りでして、こんな雨の日に歩いて新港観光しているのも私ぐらいでしょう。そんな雨の中歩いて16分、向かったのは海王丸です。このエリアは海王丸パークと呼ばれてまして、海王丸と並んで新港大橋、天気が良ければ後ろの立山連峰が見えるのですが、今日はあいにく雨で見えません。この海王丸は昭和5年に竣工した初代海王丸で、1989年の引退まで練習帆船として活躍しました。現在はここ富山新港地区にて係留され、一般公開されています。ということで入場料400円を払って乗船。ちなみに JAF 会員だと50円割引でした。ちょっときつい坂を登って海王丸に乗り込みます。帆船だけどエンジンもあるので煙突があります。操舵室はこんな感じ。レーダーがあったり、船の運航に関わる情報を集めて指示する指令所ですね。操舵室から降りて船首の方へ向かいます。ここに来たら多分タイタニックの真似をされる方もおられるのでしょう。大きな錨もありました。荷物積み下ろしのハッチがあって、マストはこんな感じ。古い船で見かけるキセル型通風口です。錨をつなぐ鎖の重さ、相当重いです。階段を降りて船内へ。実習生の船室が並んでいます。中は2段ベッドが並ぶ8人部屋。ベッドの幅が狭いですが、ここが唯一のプライベート空間ですね。エンジンルームは上から覗けました。こちらは船員の食事を作る責任者の司厨長の部屋。偉い方の部屋は個室です。こちらは司厨次長の部屋。調理員たちの部屋は4人部屋です。こちらは看護長室。中椅子がありますが、ベッドは多分奥の方なんでしょうね。背の高い人だと長さが心配になります。こちらは病室。3人の大部屋です。ベッドが小さく見えて、こちらも背の高い人だと足が出そうな気がします。こちらは診察室です。長い航海、病気になる方もいますよね。この部屋は海王丸が2月14日に浸水したということで、海王丸パークが恋人の聖地に選定されたのにちなんで設置された相結び合鍵部屋です。たくさんの恋人たちが訪れたようですね。こちらは機関部員の方の食堂です。そのフロアから上に上がります。真鍮の階段の滑り止めがアクセントになっていて、意匠を感じますね。上には調理室がありました。10人ほどで200人分の食事を夜勤分を含めて1日4回作っていたそうです。こちらは第一教室兼実習生食堂です。前に黒板と教壇、こんな風な景色で授業があったのでしょうね。第一教室を出ると繊維室、
自責一等航海施設、船長公室がありました。こちらは船長私室。航海中24時間動いている船で絶えず指示は必要でしょうから、こんな豪華でもゆっくり気持ちが休まることはなかなかないのでしょうね。隣には船長浴室、トイレがありました。海王丸の国籍証書に一等航海施設、通信長室です。こちらは航海科専任教官室。一通りのことができた上で人に教えるとなると、やはり船長経験者が適任なのでしょうね。こちらは海王丸の神棚、航海の安全を祈願する場所。海王丸の遠洋航海の記録ですが、昭和15年から31年まで、やはり太平洋戦争の影響ですっぽり抜けていますね。こちらは士官サロン、士官食堂も兼ねていたようで、横には士官パントリーがあります。非常時の機関室からの脱出口、船の底にありますから、緊急の時はこういうのが必要ですね。機関科専任教官室に一等機関士室です。海王丸の航海図です。階段を上がると士官居住区です。上がった反対側がおそらく士官居住区なのでしょう。順路はそれと反対側へ進みます。こちらは無線室、無線局免許状がありました。いろいろ無線機があります。この先順路は外に出ます。雨は一旦止んだのかな。海王丸の3本のマストが見えます。こちらは搬送時の打輪、後ろ側にあるのですね。海王丸内のツアーはここまでです。この後雨がひどくなり、そんな雨の中を歩きました。この次は愛の風プロムナードへ向かいます。ここで新湊大橋について少し説明です。ここにはもともと北条図形と海がつながる部分を道路橋と富山地方鉄道の路面電車が高岡まで結ぶ橋がありましたが、浸水が浅い北条図形を掘削浚渫して富山新港に整備。道路橋と路面電車の橋があると船が通れないので、2つの橋を撤去。このため分断されていたいきさつがあります。分断後だいぶ年月は過ぎて、2012年この新湊大橋が開通して道路橋が復活。大型船が通れるように高い位置を通る橋になっています。橋建設の際、歩道も設置され、無料で歩いて渡ることができます。それが愛の風プロムナードです。橋が高くエレベーターがあるので乗ります。見えているのが以前は北条図形と呼ばれた富山新港です。歩道の階に到着。道路の下にあり、雨や雪でも濡れることなく渡ることができます。自転車も降りて歩いてですが通れますね。ちなみにこの下側は空いているので、雨風が強いとそこからだけ吹き込むようです。この辺りに昔は橋が2本かかっていたのでしょうね。ということで愛の風プロムナードを歩きます。中ではジョギングされている方もいらっしゃいました。無料で雨でも雪でも利用可能な愛の風プロムナード、健康づくりに役立っていそうです。歩いて10分近く経つと対岸が見えてきました。橋の真ん中が盛り上がっているので、緩やかな上り坂から下り坂になります。こちら側は海側です。訪れたのは10月で、間もなく真冬の日本海の景色になるのでしょうね。こうして対岸の堀岡川に到着。橋の説明板を眺めたりした後、下に降ります。車が通れるだけでなく、こんな高いところを人も歩けるとは、すごいものを作りますね、人間は。下に降りると先ほどの海王丸が見えました。ここから先は徒歩4分で県営都線堀岡発着場へ。昔の橋がなくなってから、富山県営都線が東側の堀岡と西側の越の方を結んでいます。こうして着いた堀岡発着場です。
ちょうど渡船がやってきました。建屋の中に入ります。日中は1時間に2本の運航です。乗船料金は無料です。ということで乗船します。気がついたら船は出港していました。乗船口は前にあるので、出発の時にバックして U ターンしていきます。さっき歩いて渡った橋を下の海から眺めるのも不思議な感じです。天候に左右されると思いますが、結構揺れます。こうして渡船は腰の方発着場へ。よく揺れるからか、こんな注意書きがありました。この時になって気がつきました。こうして接岸です。堀岡から腰の方まで5分の船旅でした。腰の方発着場、相当雰囲気のある建物ですね。こちらの発着場の前には万葉線の終点、腰の方駅があります。あとは万葉線に乗って戻ります。ということで、富山新港建設で分断された新港大橋の愛の風プロムナードは無料で47メートルの空中散歩を楽しめます。帰りは富山県営都線、5分の船旅も無料。面白い旅ができたと思います。富山の海の幸に舌包みを打って海王丸を見学、そして橋と渡船で海を渡る充実の新港旅でした。皆さんも富山の旅に新港の旅を加えてみてはいかがでしょうか。この後万葉線での帰りの模様は次の動画でお送りします。お楽しみに。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。